こんにちは、アンナスです。今日も、セリアのプリントクロス総柄中級編をやってみようと思います。柄はラベンダー柄で、なんかラベンダーが全面に入ってるみたいなんですけど、ちょっと特殊なステッチでラベンダーを刺してみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと開けてみます。今回は結構写真がちっちゃいですね。仕上がりがわかんない。これはあれですね。下書きの絵の縮小が貼ってあるからなんかこうチラッチラしか写ってないですね。まあでもこんな感じで、全部2本取りでベゼーデージステッチとフレンチノット合わせてラベンダーにすると。で、アウトラインステッチで茎を作るっていうやり方ですね。はい。でも私はちょっと変えてみようかなと思います。こんな色味にしてみます。そしてどこを取ろうかな。これ多分人によってその絵が出方が違うんですよね。なんかこれ1個だけでいいんですけど、ここが結構真ん中らへんかな。なんか端っこどう使えばいいんだろう。でも折り目がここしかないからこっちでやろうかな。難しいですね。じゃあちょっと葉っぱを刺繍していきましょう。で2本取りって書いてあったけどちょっと2本だとひょろひょろになるんで、何本取りかな。4本取りぐらいでアウトラインステッチ。でも玉留めでやっていきます。アウトラインは一目作って、ちょっと先に出して半分戻る。でまたちょっと先に出して半分戻る。でこれを繰り返していきます。で途中に葉っぱがあるから葉っぱはストレートステッチでやりながらついでにストレートステッチピッピッて入れて、これでやっていきましょうか。はい、では茎と葉っぱができたので今度は花びらラベンダーだからつぼみですね。つぼみを刺繍します。4本取り、これもまた4本取りでまずバリオンステッチをやろうと思います。バリオンステッチね、あんま好きな人いないですけどちょっと頑張ってやってみましょう。まず上から出して下に針を入れてほぼ同じ穴から針を出して上の部分を長く残しておきます。布から出てる方の糸を10回巻きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、糸巻きみたいに綺麗に巻いてでぎゅうぎゅうに巻くと針が抜けなくなるのでちょっと緩く巻いておきます。で指で押さえておきながら針を抜いて今こういう状態なんですけど指で押さえたままちょっとずつ短くしていっ
で、下になったらこの下の部分に針を落とすとこれで出来上がりです。こんな感じじゃあこれでこの下絵の通り入れていくんですけど、まあなんかランダムに入れてみましょう。でもラベンダーってランダムじゃなかったよな。なんか割とびっしりついてますよね。まあその辺はちょっとやってみてバランス見ながらちょっと調整していきましょう。1、2、3、8、9、10。はい。まあ9回か11回か、まあその辺はだいたいでいいです。で、ちょっとずつ短くして、図案がですね、今ここがその図案通りに刺したものなんですけど、ちょっとこの通りに刺すとなんだろう、ラベンダーに見えないかなって思ったんですよね。ラベンダーってもっとそのつぼみがいっぱいついてて、でなんかたまにこの辺とかにもついてたりするんですけど、できるだけそのシルエットを揃えなきゃいけないから今ちょっとここ1個足したんですけど、そんな感じで、でも下絵がやっぱ隠れないとダメだから、まあとりあえず下絵通りにはやって、下絵がなんかこう右とか左とかに割とこう自由な向きになってるんですね。だからそれはあんまりその強調しないで、できるだけこの幅を揃えるっていう風にしたいから、なんかこの隙間が空いてるところにどんどん足して幅を揃えるようにしていきます。だからちょっと図案の段階で修正できないんですけど、刺繍をまずやってみて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10やってみて、でその後にちょっと空いてるところに入れていく。でお花って何でもそうなんですけど、下から咲いていって上が最後とかまだ咲いてないみたいな状況になるから、上が広がってるとおかしくなっちゃうんで、ちょっとなんかこう上がシュッっていう三角形みたいな感じにするといいから、上にも2つ足します。1、2、3、4、5、6、7、8、9。そう、これでちょっとこう刺繍しながらじゃないとちょっとね分かんないので、刺繍しながら足していってください。ここのストレートステッチ3本あるんですけど、今そこのV になってるここから針を出してます。でまたここにも、10回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でバリオンステッチを作っていって、割と上の方はラベンダーっぽくなりましたね、これで。でここがちょっと空いているから、もうちょっと移動するときは中通して、この辺かな、この辺に、自然のものだからこうやって、ちょっとぐらいは出ててもそんなに変ではないと思うんですけど、3、4、7、8、9、10、はい、バリオンステッチの練習になりますね。ちょっとここ出過ぎましたね。そういう時はもうちょっと止めのステッチで無理やり内側にちょっと入ってもらって、はい、こんなもんかな。こんな感じですよね。だからこの下絵がちょっと少ないっていうか、
でも刺してみないと分かんないからやってみて、で最後に上は2つ足すっていうのは一緒なんですけど、ちょっとこういう感じでちょっと難しいかもしれないですけど、修正をしていくといいかなと思います。これはこれぐらいにしておきましょうか。で隣に行きます。じゃあ隣もまずその下絵通りにできるだけあんまり左右にこう首が振らない程度に、図案が隠れる程度に刺して、で間をちょっとバランス見ながら埋めていきましょう。はい、ではこんな感じで間が空いてるものに関してはちょっとずつこう出して太さが同じになるように。で頂点は2つつけたんですけど、真ん中の枝がちょっとここの距離が長かったんで2つ粒を足しました。そうするとなんか自然な感じ。こういうラベンダーってそのなんか下から咲いていくんで、本当はこういう葉っぱの脇芽とかにもこうお花が咲いたりするんですけど、今回はこれでいいかなっていう感じで、ちょっとこう下にあると間が持ちますね。じゃあこれをチャームにしていきます。ここぐらいでハサミで切ります。ちょっと大きめに切っといてください。あんまりこのギリギリで縫うと刺繍があんまり見えなくなると思うんで、わかんないけどもったいないですね。でも100円だからいいか。もう1個作ったら使えないですね。ちょっと他のが距離があれすぎて。で、これと同じぐらいの斜めになるとね、布はもったいないけど、端切れなんでこれ。これで中表にして、どうしようかな。あんまりこのギリギリを縫わないで、ちょっと大きめで、綿をパンパンに詰めると割とこうキュッとなるんで、なんか仕上がりより若干大きめに設定するといいですね。で手縫い糸で玉留めにして一周、ぐるっと縫っていきます。で上にそのチャームをつけるんで、このチャームのつける口を開けておいて、これで小さく並縫い。これ目が粗いと仕上がった時もガタガタになるので、小さな並縫いを入れていきます。なんと動画撮れてなくて綿を詰めて、周り縫って綿を詰めて、最後ここをかがって、で今チェーンをここに縫い付けました。もう出来上がってしまいました。すいません。取れていると思ったら取れてませんでした。でもやり方は前になんだっけ、ミニクッションを作った時とやり方は一緒ですね。でもわかるかな。綿詰めるだけなんで。はい。でこうやってこれでどっかお部屋に飾ってもいいし、中になんか本当のラベンダーを入れてポプリを入れて飾ってもいいし、カバンにつけてもいいし、結構でかいですねでもなんか存在感あって可愛いと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。